はい、XO の解説第2回目となります。前回のスペースに続いてこちらエディットモード、この優秀なシーケンサー、パターンのエディットについて進めていきます。まずパターンは A と B、最大2つのパターンを作成できまして、各パターンの長さは1小節固定になります。このように対応しているキットの右ですね、この部分に目的のパターンを入力していきます。全部で16ステップ、合計1小節ということになります。このパターンの入力も簡単です。このようにステップをクリックするとノートが追加されます。既存のノートをクリックすると削除が行えます。このノートを上下ドラッグすることでベロシティを変化させることができます。現在のベロシティはこの上部分から確認できます。ベロシティを設定した後、次のノートはそのベロシティを引き継ぎます。またこの時マウスを押したままドラッグすることで連続したノートを書き込むことができます。これは削除も同様になります。これが入力の基本概要となります。このようにステップの音階は16部ですけども、各ステップの下をクリックしますと2ロール、3ロール、4ロールとありまして、2ロールで32部、3が32部3連、そして4が64分音符となります。このようにですね、個別に設定できるといったところが特徴になります。スネアのゴーストやこのようなトラップっぽいサウンドを作るといった時も有効ですね。今作成したハイハット単体で聞いていただきますと、ちょっと棒読みというか表情に乏しいかなと思います。そうした時に活躍するのがこのアクセンテューターになります。演奏にボリュームの変化を与えて抑揚をつけるというものです。一度設定した状態聞いてみましょう。オフの時、オンの時、こんな感じで簡単にニュアンスがつけられます。一度これをリセットします。この部分クリックしますと初期値に戻ります。設定も簡単です。スライダーが中央で効果なし。2468は音階を表していまして、上に上げていきますと頭にアクセント。逆に下げていくと裏にアクセントという感じです。今ですと2拍目、4拍目が強調されると。同様にですね、四分音符の頭、そしてその裏になりますんで、8分音符裏と3連符。最後に8分音符の頭と16分裏という感じになります。先ほどもご覧いただきましたけども、この面白いところはこれらをですね、複雑に組み合わせることができます。このサイクル部分クリックしますとランダムが入りまして、毎回結果が変わります。このように気に入った結果を探して、あとは微調整という感じの使い方もいいかと思います。当機能は影響を与えるキットを指定することができます。例えばキックやスネアにですね、このように強い抑揚がつくと、弱くなった部分でちょっと拍子抜けしてしまうという場合がありますので、上物やスネアを連打したロールなんかに向いているかなというふうに思います。現在はこのハットのみに適用されるようにしておきます。そしてハイハットで対応されるのがオープンをクローズで止めるというチョーク機能なんですけども、これはこの部分、プレイバックで行うことができます。この部分クリックすると最大4つまでグループを組むことができます。これを同じグループにすると、同じグループ内のキットの発音が必ず1つになりますので、オープンを演奏した後クローズで素早く止めることができるという感じですね。次にこちらナッジ機能、非常に便利です。現在これらステップはジャストのタイミングで演奏されます。この発音タイミングを微調整することができます。中央でこの機能効果なしとなっていまして、左に回せば回すほど発音タイミングが速く、逆に右に回せば回すほど発音タイミングが遅くなるという感じです。これをですね、微調整すると、例えばスネアに若干のためを加えたり、そしてハットを少し速めてスピード感を出したりなど、このような細かなカスタマイズが可能になります。そして制作の中でよくあるのが、2音は貯めたいけども、他の部分はジャストの演奏がいいという場合、こういった時はキットを分けてしまうというのも手ですね。この部分、右クリックしますと、現在のキットの状態をそのままコピーすることができます。そして現在使っていないキットで右クリックをすると、何を複製するのかということを決められます。次回解説するこのようなセッティング、スネアの音色やパターンなど、細かく指定が行えます。今は全く同じサウンドにしたいので、サンプルとサウンドセッティングをペーストします。これで全く同じサウンドですね。あとはこれをこちらに移す。もしくはですね、右クリックしてパターンも移してしまうと。いらない部分を消す。そしてナッジを戻すという感じですね。これで2音は貯めて他はジャストというような効果が実現できます。同じような感じで、例えばハット。これもですね、シーケンスとサウンドを持っていって、パンを振って、各キットをですね、個別に鳴らすようにすると、このような効果を簡単に作ることもできます。
そして今回の最後に、こちらも非常に便利です。このグルーブクオンタイズを見ていきます。グルーブクオンタイズを有効にするには、このグルーブを入れます。グルーブの種類もこのように豊富なパターン用意されています。このグローバルというのは全キットに影響を与えるクオンタイズです。今16分のスイングになっていますので、これを高めていくほど、パターンが跳ねていくと。楽曲全体が16分で跳ねている場合は、もうあらかじめこの部分を高めに設定して曲を作っていくということになります。これは8分音符で跳ねる場合も同様になります。今お気づきの方いらっしゃったと思うんですけども、16分でクオンタイズ、スイングをさせているにもかかわらず、先ほど設定したロールですね、32分音符がしっかりと生きているというところがポイントです。今例としてパターンを打っています。このように32部複合されたものや、同様にスネアの24にですね、ためを加えたもの、同じようにダウでスイング16分音符で跳ねさせたいといった場合、これを適用した際、32部が16分の位置に移動したり、せっかくためを作った24がジャストの位置に来てしまったりします。それと比較してですね、しっかりとこのナッジ設定、跳ねで若干のノリを加えたとしても、32部以上のフレーズも生きるといった点は非常に便利です。そして今全キットでスイングを加えてますけども、例えばキックはスイングさせたくないといった時は、このグルーブスイッチを有効にします。そうしますと、このように個別でグルーブ設定を行えるようになります。この値を0にすれば、キックのみジャストで演奏される。スイングの感じを変えるということもできますし、このようにハットだけ異なるグルーブパターンを設定するということも可能になります。一度ボリュームを高めにして全体で聴いてみましょう。バッチリですね。そしてここで作成したミディをですね、ダウに持っていきたいという場合も多いかと思います。その方法も非常に簡単で、このエクスポートボタンをクリックします。このようなウィンドウが出てきますので、この Beat as MIDI、これを目的の場所にドラッグ&ドロップすることで、簡単に MIDI として書き出すことができます。キューベースをお使いの方で、このドラッグ&ドロップうまくいかないといった方は、こちら環境設定開いていただきまして、この MIDI ファイル、そしてこのファイル0タイプの場合はチャンネルを分割。このチェックを外すと同様の挙動になりますので、このあたりもお試しください。はい、といった形で XO のパターンエディット、素早くビートを組むことができるというところを感じていただけたかと思います。次回はビートのクオリティをさらに高めるキットレエディットについて解説していきます。この動画が参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。